よいしょ。日本は今何時かな。8時45分ぐらいですかね。いやー、今朝のご飯も美味しくなかった。なんでキューバってもう本当にこんなに食べ物が美味しくないんですかね。水がまずいっていうのが一つだと思うんですけれどもね。水が美味しい国はね、ご飯も美味しいですからね。日本なんか特にそうです。川かな、つまりキューバは火山で出来上がった島なので石灰質なんですよね。だから地下水もものすごい硬くてガチガチの硬水なんですよね。それが影響してるのかな。今頃、夜だからナイター中継してるのかな。いいな、野球見たいな。キューバでも野球は見れるけれどもテレビで見てても面白くないんですよね、キューバの野球。パワーヒッターばっかりでとにかく当てるかもう三振するかのどっちかで、なんかバントしてるの見た時ないような気がするな。野球はキューバの国技なんでね、必ずと言っていいほど日本人だと分かったら野球の話されるんですけれども、 WBC もありましたからね。キューバ人にとってはね、キューバ人よりも大学に劣る日本人の選手たちがね、なんであんなバンバン点を取れるんだかよく分かんないらしいんですよね。そこが不思議だと思ってるらしいんですけど、不思議も何もないと思うんですけども、ルール通りにやってるわけですから。日本はどうですか、そろそろ台風来てましたかね。ニュースだとなんか沖縄がかなり来てるらしいですけど、
おっと失礼しました。インカメラ切り替え間違えた。なんか葉巻のことに関してじゃなくてもキューバでもいいですけれども、なんかネタを提供していただければありがたいです。チャットも表示されてねえしななんかね、ご発言いただけるとね、やる気が出ます。曇りだから言いづれえな。一応今日の葉巻の説明もしましょうかね。ベグエロス、セントルフィノスです。リニューアルしたベグエロスの4本目の葉巻で、タパドス、マヤニタス、エントレティエンポスの次、結構時間を置いて出た4つ目なんですけれども、結構いいサイズなんでね、吸い応えがあっていいと思います。まあ、ベグエロスはみんな吸い応えがあるんですけれども、で一応予定ではハバノスはベゲロス5種類目も出すらしいです。名前のアナウンスだけはねされてるんですけれども、サイズとかもいつ出るかとかいつものように何の解説もないのでわからないです。もしかしたらまたいつものようにデルデル詐欺で名前だけ出してリリースされないかもしれないっていう感じですね。まあね、ハバノス名前だけ出してね、出さなかったっていう葉巻過去にたくさんあるんで、名前を発表したけど発売するのは5年ぐらい経ってからっていうのもありますし、ざらにだからね、なんかディスコン、いわゆる廃盤についてちょくちょく聞かれることがあるんですけども、何々は廃盤なんですかみたいな感じ、何々は廃盤っていうふうに聞きましたとかいうふうに、何々は廃盤なんですよねっていうふうにあっちり言われる時もあるんですけれども、確実なのは今はハバノスは廃盤にこれをしますっていうふうなことは言わないんですね。廃盤になった後に、これがディスコになりましたっていうふうにハバノスは言う。ですから、何々が廃盤になるっていう噂を聞きましたとかいうのは、全部、間違いです。事前に言うわけがないので、ハバノスは。大体ネットショップとか市場とかにね、その葉巻が欠品とかになると、もうこれないんだ、作られてないんだっていうふうにね、うっかり八兵衛がね、そういうふうに言いふれ回るっていうのは、まあ、昔からあるパターンです。問題なのは、そういうふうなうっかりさんたちが言いふらした後に、違いました、ディスコンじゃないです、廃盤じゃないですっていうのを訂正をしないんですよね。だからその情報だけがどんどん尾ひれ背びれがついていってしまう。まあ、葉巻業界、葉巻の世界、葉巻のジャンルに出回ってる出どころ不明の謎の噂とか情報とかは大体そんなのがことです。ねえ、某新聞社じゃないんだから間違えたらちゃんと訂正しないとダメですよね。まあ葉巻に関わらずそういうのをちゃんと訂正するかどうかっていうのはね、なんだ現代の SNS 社会におけるその人のね立ち居振る舞いがそこから分かるっていう風な感じですけど、ね、ショアスプレーム、エルレイデルムンドショアスプレームなんて2、3年前に廃盤になるとかいう風な噂がね出所不明なの出回りましたけど、普通にまだ出回ってますからね。まだ出回ってるどころかパッケージマイナーチェンジして普通に出てますからね。廃盤にするんだったらもうパッケージチェンジするわけないだろうって話ですけれど、
キューバに限らず他の国でもそうだと思うんですけれども、ホテルとかで普通にお客さんとかがうろうろしてる時間帯とかでも普通になんていうの、メインの通りとか掃除の人とかが通ったり工事とかしてたりするんですよ。キューバのホテルなんて24時間どっかで必ず工事してるような気がするんで、まあ必ずでかい音がするんですよね。後ろにプールが見えますけれども、プールの掃除とかも、一番混み合う時間帯とかで平気でやりますから。まあね、日本並みにおもてなしをね求めるってもなかなか難しいとは思うんですけれども、でも観光で食べようっていう国なんだから、そこら辺は何とかした方がいいと思うんですけどね。ちなみにキューバ一の名門のハバナ大学には観光学科があります日本の大学みたいだけれども、まあ、この国のね主力の産業ですからね、あってもおかしくないでしょうね。昨日もめちゃめちゃ配信中にWi-Fi が切れて、Wi-Fi が切れたっていうか停電のせいで Wi-Fi が切れたんですけれども、また今日もね誰かもしれないんで、その時はすいません。後も昨日の夜もね、何回数えきれないぐらいね停電ありましたね。一瞬切れるっていうのを入れたらやばかったですよ。今日はそんなに切れないでいてほしいんだけどな。停電するとですね、エレベーターも止まるんですよ。最悪でしたよ。詳しく説明はしたくないですけれども、そういえばね、シガーショップでも一部品物が結構少ないところもあるようです。でもお店によってまちまちなんですよね。いつも通り葉巻があるお店もあれば、なんか少ないなっていう風なお店もあるんですよ。でもこれで工場が減産してるとか工場出勤者が少ないとか材料が取れないからっていう風に言うのはまた早とちりのうっかり八兵衛なんですよね。おはようございます。まず、キューバはねどこも経済状況が苦しい。昨日もお話ししましたけれども、ソビエト崩壊からキューバって一回も良くなってないのでどんどん下がってるんですね。ただ、共産主義陣営とか反アメリカ、反米帝主義の国とは仲いいんで、ベネズエラからガソリンをもらったり、いろんな国に助けてもらってるんですけれども、それでも当然お金がないわけです。コロナのパンデミックで観光客も来なかったし、戦争で世界の物流網が、ちょっと細かくね切られてしまったり細まったりして、それがネックになって、輸送費であるとか、そういうふうなものでコストがどんどん上がっている。一回も良くなってないんですよ。さてでは一部の葉巻店で葉巻の入荷が少なくなっているのは何でかなんですけれども、一つの話として、キューバでは葉巻を、作っている組織がタバクーバっていうのがあるんですね。その下にハバノス SR っていうディストリビューターがいるんです。でディストリビューターは世界中にいますけれども、キューバのディストリビューターはハバノス SR を兼ねてますおやすみなさいです。で、そこから、キューバ国内の各種小売店、要はシガーショップですね、ハバナ、キューバ市、60年に
下ろされるわけなんですけれども、その卸の部分を担う会社がキューバにあるんです。これはカラコっていう組織なんですけれども、要は、キューバの国中の小売店への卸業務を行う会社にあたりますね。ですから葉巻だけでなく他のものすべてそうなんですよ。でそのカラコルが、タバクーバに、実はお金を払ってないので、葉巻がキューバ国内のシガーショップに降りてこないっていう話がありました。すげえなって話なんですけれども、だって当然ね、小売店からね上がったね金額でね、そのカラコルは葉巻を仕入れて下の小売店に卸すっていう風な方法を取ってるんでしょうから、ね、卸ってそういう組織じゃないですか。そこが金を入ってないから葉巻が入荷されないってすごいなというふうに思ったんですけれども、ちなみにそのカラコルは500万ドルを払ってないらしいです大変です。ただですね、キューバっていうのは正式には会社組織って言えるものはないです。なぜなら社会主義国家なので全て役所なんですね。法人の体系を取っているもの対外的にありますけれども、言ってみれば、全て役所に紐づいているものなんですね。国に紐づいているものです。でそういった組織とかがすごいごちゃごちゃ乱立してるんですね。日本なんか目じゃないです。だから、葉巻店に葉巻を卸す、お店組織もカラコル以外にもあるんです。例えば軍に紐づいている葉巻を卸す会社もあるんですね。そういうミリタリーの傘下にあるショップはそういうの影響されない、要はカラコルとは関係ないので普通にいつも通り葉巻はあります。ツイッターにもね写真アップしたと思いますので、それを見ていただければね分かると思うんですけれど、なんかねこの国はねいつでも何かの問題が起きてる。それが終わる前に新しい問題がね出てくるんでね。言うても日本も同じでしたねどこの国もそうか、問題がない国もないですからね。日本は今だと北朝鮮のミサイルと台風かな、あとなんか秘書官の辞任かな、なんかそんな話ですか。災害は仕方がないとしてミサイルの話がなかったら平和だなって感じなんですけれどもね。どうするんでしょうね。ちなみにキューバは珍しいんですけれども、韓国と国交がなくて北朝鮮と国交がある国です。珍しいですよね、世界的に。だから韓国の大使館はなくて北朝鮮の大使館はあります。同じね共産圏ですからね。仲良くしたいんでしょう。でもですね、キューバ国内って結構韓国の車走ってるんですよね、キアとか。国交がないはずなのにどうやって入れてきてんだって不思議だったんですよね。不思議といえばコカ・コーラも普通に売ってますし、アメリカと国交ないんじゃなかったのか、アメリカのもの入ってこないんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、からくりは簡単でメキシコ経由で入ってきてるんですね。車もコカ・コーラもアメリカ製品。ここがなくても直接じゃなくて別の国経由すれば入ってきますからね。むしろキューバ人は普通にアメリカが大好きなので、
キューバでねお店でコーラ頼む時もキューバ原産キューバ製のコーラトゥコーラっていうのがあるんですけれども、トゥコーラちょうだいっていうふうに言うとコカ・コーラの方が美味しいよっていうふうに普通に言ってきますからね。実際そうなんだけど。でもな共産主義社会主義陣営もなベトナムみたいにやってるところもあれば北朝鮮みたいにやってるところもあるしキューバみたいなところもある。どうしてこういうふうに変わっちゃったんだろう。北朝鮮はね本当に核の恫喝でねいろいろお金分取ったり交渉とかねさせたり強制的にできるような力を持つようになりましたけど、なんでキューバがそれしなかったのかなっていうのは不思議なんですよ。場所的に言ったらねアメリカの目の前ですから地の利がものすごいあるし、ね核の技術なんてロシアから普通に手に入れることもできるでしょうからね。それやったらシャレにならないからっていう風な話もありそうですけれども、朝鮮半島でやってもシャレにならないはずなのにやってるので、キューバは平和を愛する人たちっていう風なことをしておきましょうかね。この経済状況とかが良くならないだとか、ガソリンが入ってこないとかそういうふうなものも全部アメリカの経済的な封鎖のためだ、経済ブロックのためだっていうふうに、言ってるのがキューバ政府の言い分です。アメリカの大統領の一存でね方向がねごちゃごちゃされたりするのはね、それに翻弄されるのはキューバは本当にかわいそうだと思いますけれども、オバマ大統領の時は融和政策を取って、ね、これからアメリカからキューバに旅行ができるようにしますよみたいな感じにしてて、それを聞いて喜んだキューバはハバナにたくさんホテル建てましたけれども、出来上がる前に政権変わってまた元の締め付けの厳しい政権になっちゃいましたからね。ですからオバマ大統領の時に着工を始めたホテルがまだそのまま出来上がらずにハバナ市内にありますよ。恨めしいでしょうね。でもなんかそういう風な混沌としたところがねキューバの持ち味の一つですから、今はもうどこの国行っても景色が似たようなもんですけれども、どこに行ってもスターバックスとマクドナルドの看板があってコンビニがあって24時間明かりがついていてブランドショップが立ち並んでてっていう風な感じですけどね。でもキューバにはそういうものがないので完全に外国に来たなっていう風な感じにはなりますよ。キューバに来たがる人っていうのはそういう風なところが多いかもしれないですね。もう言ってみればどこの国に行っても大都市は東京みたいなものなので、でも俺はできればそういう風な国の方が行きたいですけれどもね。ご飯も美味しいし停電もしないから。Me quiero, esto por favor. Gracias. クッションもらいました。椅子の。
今までこのクッションこの椅子クッションなくて硬いまま座ってたんですけれども、普通に宿泊客が降りてくる前にやってくれよっていうふうな感じなんですけれども道理でケツが痛いと思って。これでケツが滑らない。さっきからズルズル滑る。ずり下がってたんですけど。あとはそうだな、幅の市内ちょっとタクシーが少ないですね。まあガソリンが制限されてるし、あと観光客が完全に戻ってないからっていうのもあると思うんですけど、ただね、街中見てみると、ロイターのニュースで配信されてたようなガソリンスタンドに順番待ちの長蛇の列みたいなのは特になかったですね。普通にガソリンスタンドは、空いてみんな給油してましたけど、なんか街のど真ん中の混むスタンドの写真だったのかなと思いました。使われてたの。まあね、変更報道とかもあると思いますしね。キューバに肩入れしてくれる国なんてほとんどないですから。でもなあ、世界一のね、貯蔵量を誇るっていう話のベネズエラ、石油が死ぬほどある国なんですけれども、ベネズエラがね石油をくれないからでしょうね。いや、送ってるんでしょうけれども、効率が悪いらしいですね。要は政権がごたごたしてる間に採掘のインフラとかを整えることができなくて老朽化していって、なかなか効率的に石油が掘れない。ベネズエラよりもね、貯蔵量が少ない、まあ、あっちだってたくさんありますけれども、中東はね、オイルマネーで潤ってるので、どうしてこうなったっていうふうな感じですけど。まあ、物があるだけじゃダメで、指導者とかがね、きっちり計画立ててやらないとダメっていうふうなことなんでしょうね。Yeah. No hay problema. Sí. ベネズエラはキューバでは兄弟国みたいな扱いになっているので、大使館もすごいいいところ、一等地にありますし、関心があるらしいので、ベネズエラのニュースとか頻繁にね出てますね。まあ、近所だからっていうのもあると思いますけど、日本が韓国のニュースはよく流すのと同じような感じですね。そうそう、ツイッターでは流しましたけれども、ハバノスのドレスボックス、紙箱ですね、のデザインは結局全ブランド変わるっぽいですね、あれは。アップマンとかサンクリストバルは先駆けて変わってましたけれども、パルタガス、オルデモントレイ、レイデルムンド、あとボリバーとか、
農業も変わるんじゃないのかな、あの分だと。マイナーチェンジっていう風な感じなんですけれども、なんかね、シュッとしてかっこよくなっちゃうんで、俺はなんか前のちょっとダサい感じのやつがキューバだなっていう風な感じで結構好きなんですけれども、まあね、リングのデザインも箱のデザインもね、ちょくちょく変わっていくんでね、ずっとそのままっていう風なわけにはいかないですから。そういう風に変わっていくっていうのは生きてるっていう風なことなので。日が出てきた。そういえば昨日はもうスコールっていうかものすごい大雨が降ってたんで、もしかしたらなんかそれでホテルの電気の設備とかが水とかでダメになって停電とかバシバシ起きてたのかもしれない。よく雨が降るのにその都度そんな停電してたらたまったもんじゃないですけれども、元からやっててくれよって話ですけど。めっちゃ鳥が鳴いてますが、キューバにもカラスがいるんですよ。真っ黒いやつ。でもね、日本のカラスの半分ぐらいのサイズです。なんかね、熱効率でしたっけ、そのために暖かい国ではね、生き物は体がちっちゃく進化する、逆に寒い国では体が大きく進化するっていう風なのがあるらしいですけれども、多分ねそれだと思うんですよね。だから最初なんか黒くてちっちゃい、何なんだろう、スズメよりはでかいしカラスよりはちっちゃいなと思って話聞いたら、あれカラスだよって言われて、日本のカラスもあのぐらいの大きさだったら、日本のサイズの半分ぐらいだったら多少可愛げがあるんだけどなっていうふうに思ったんですけど、朝ゴミ捨て場とかにでかいカラスとかがねたくさんいるとビビるじゃないですか。入国出国するとき、日本に戻るときもね、コロナのなんかいろいろな手続きであるとか、時間食わされる検査とかね、そういうふうなのがなくなったり、隔離とかがね、隔離期間がなくなったりしたのはね、本当にありがたいことですよね。その分、日本でも毎日感染者数のチェックとかしなくてね、定点観測定期的にやるだけっていう風になったので、結構裏では増えてるんじゃないのかなという風には思いましたけれども。どっちを取るかですからね。どっちを取るかですかですね。経済活動もしないといけないし、でも怖い病気だよっていう風にねなっちゃったんでね、そこのについても警戒をしないといけない、啓発していかないといけないっていうのが、そろそろ元の方に戻さないとやばいぞっていう風にウエイトが来たんでしょうね。でも日本の場合は周りの様子を見て決めたっていう風な感じがしますけれども、他の国で制限撤廃したからじゃあうちらもやるか、うちはうち、よそはよそのはずなんですけれども、
どこそこの国で大丈夫になったからうちらもやめていいでしょうっていうふうなのが、ね、一番日本には聞きますからね。あの国でああなってますよ、あなたの国だけ違いますよって言われるのは、ね、一番ビビりますからね、日本の場合。とか言ってる間に玉木もちびけてしまいましたのでね、今日はこのぐらいで配信終わりにしたいと思います。よかった、今日一回も Wi-Fi 切れなくて停電しなくて、今日はラッキーデーですよ。停電しないだけでラッキーデーっていうのもよくわかんないですけれど、では日本は夜だと思いますので、皆さんまたおやすみなさいませ。